ブロポタ TV へようこそ。今回は前回に引き続き年明けからオープンしたブロンプトンポタリングツアーの拠点ブロンプトンステーション DIY 工事の様子をお届けします。さあ、徳島の神山から床板に使う杉板が届きました。どうもおはようございます。前通りかかったら。そうなんですね。今日ちょっとね、これから床板の搬入でございまして、神山から綺麗な杉がたくさんやってきました。写真の仕事ができるかもしれんねんって。そうですよ、ぜひぜひ。はい、という感じでね、カメラを回してもこれからね、床板の搬入をしてまいります。ここに赤い幕やってたとこ。そうですね、3年くらい前までね、ここに川田光栄堂さんのお店がありましたんでね。すごいですよ。これはもう自転車習ってるだけで。なんかね、作業が手にね、つかんぐらいお客さん来ますもんね。使えるんですか、使えるんですか。そうそう。みんな地元の人ばっかりで来てるのが結構一番みんな興味だから確かにここまで聞いてるけどね。さあ、床板の杉が着々と到着しております。徳島のね、神山というところからね来た杉ですごいね綺麗な床板ですね。これをちょっとね今週末貼っていこうと思います。床板が揃いました。でこれをねちょっとね週末からこちらのね床、先週コンパ塗ったところに床板を貼っていこうと思います。これ無塗装ですか。いや、塗った方がいいですよね。色はなんか色というかこの人塗ってもだよ。うちのいつも塗ってるんですよ。塗りのプロなあ、いやあれ結構ねうまいこと塗らんとムラできたりとかね。それも職人技ですさすが職人がね身の回りにたくさんこういるから心強いですね。おはようございます。今日もよろしくお願いします。寒いすごいなんかいろいろと今日は床張り用の道具を持ってきていただいて、さあ今日はねいよいよこちらのね神山の杉で床板を張っていきます。そうしたらこれで直角に切れるからな。これでまた向きを変えて長さを今調整してるわけですね。長さも適当でいいっけ。わざわざ適当でいいんですか？適当。反対側の時になるほどなるほど。もう左側でいい。次の長いのは向こうにこっちへこれ障子を破らない障子破ると冬が越せなくなるこれ動かすからそれもちょっと人が集まってからですね。こっちが晴れたら動かす。こうしていく。ほんで今度はこっちがテレコにしていくわけですか？そうそうそう。なるほどなるほど。ほんで短いのを切って入れていく。だから適当でいいわけですね。そうそうそう。逆に適当なのがデザインも。そう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 。なるほど。という具合でね、今日は少しずつ床を張っていきます。こっち側に置いていってくれるんだよな。
さあこんな感じでね、少しずつこうねテレコにして詰めていく感じです。これ実はね、このもともと杉板のとこにこうやってねきっちりと溝がついてますんでね、綺麗にはまっていきます。この横のね半端なところはあと測って板を埋めていく感じでございます。空いらん別に。これで足でコンコン蹴ったの。これでも距離さえ分かったらいいから、みーちゃん向こうの距離がこっちにビタッとつけて向こう測ってくれたら。76.5。これじゃあ76.5。ここね、これ隙間できておけ。一番開けてからやるよ。違う、もうな、板の幅が違うけん。着々と進んでおります。こっちかなりお茶こん中からお弁当の買い出しに行ってる間にありがとうございます。かなりいい感じに床が出来上がってきてます。おお、バッチリですね。素晴らしい。これちゃんもらった。これ電気ね、そこのところでね電圧を調整して、ほんでずーっとこっちの方のラインにね引っ張ってる感じでね、そこはまたがせたら電気つくなってます。何でもいいよね。そうですそうです。プラスとマイナスで多分ね、心旅の。あ、これそう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 。これあ、日野翔平、めっちゃ日野翔平っぽくないですか？いうか、なんか外人からなんで日野翔平に変わったんやろ。えジェイソン・ステイサム格上げ格上げ格下げやん。格下げそれ日野翔平に失礼じゃないですか。今11時半ぐらい。そう、ブロンプトン界のね日野翔平ということでね。これ知っとった？これ軍歌とか乗っとん。乗ってます乗ってます。そう豆軍歌。めっちゃ可愛い。今何？お前多分11時過ぎぐらい。あとその下のやつ見ました？これこれです。これ何やと思います？ダイナマイト。あ、そうじゃ絶対。そう、違いますよこれ。でも煙出るよね。そう、煙が出ます。分かった。発煙筒？違います。ここにヒントが書いてある。蚊よけ。ペロペロキャンディー。蚊よけじゃん。蚊取り線香今でいう。しかもあれ昭和19年だからね、これ陸軍支給って書いてあるんですよ。これ1本？多分ねこれ線香みたいになっとんちゃいます？仏さんの。そう、こういうもんとか出てきてね。あとケイコちゃんさっき飲もうとしてた薬もある。それやばいですよ。それなんだろう。テトロドトキシって。ヒサチン錠、ミレパール錠、なんでしょうねこれ。なんかの薬。なんかの薬。なんかね、いろいろと棚をゴソゴソしてると面白いもんな。立派な鍵。あ、それ多分ね蔵のやつですよ、裏の土蔵のやつ。めっちゃ作れそう。土蔵の蔵の家の鍵こんなん持って蔵る。の鍵。海でもいいじゃない。ちっちゃいよ、ちょっと指入れても回りそうなんで。めっちゃ可愛い。そんな感じでね、古民家だからいろんなものが出てきて。これ？でもいいから。何？まとめて回せ。くるくる回りたい年頃なんや。こうする。あ、やばい、めっちゃ危ない。ちゃうで、これ今の向きを取ったんだよ。こら。くるくる回りたい年頃的な。ほんなら1、2、3、今4枚目。とりあえずここだけ一箇所にフォーマーダイブガンド合わせてからそしたらキックさんのところの奥2枚が入ったらしばき上げてからこう止めこれだけちょっと待ってよ好きなもんくれよ。はい、ちょっと休憩でこれからお弁当の時間です。いただきます。どうぞどうぞ。いただきます。どうぞ。いただきます。いただきますか。お茶みんな足りますか？買ってこんでいける。あ、いけますいけます。これのり弁。外も気持ちいいんちゃうこれ。いただきます。あ、外でもいいかもしれないですね。外でも気持ちいいんちゃう。あったかいし。いただきます。何も仕事しないけど。あ、めっちゃ取った。マギある。さあ、軒先で日向ぼっこしながらお弁当タイムです。お茶最後出てきたわ。いらんな。あ、きみちゃんちょっとでも。入ってきた。こぼしてるかな。ちゃんと
いい感じでございます。いいですね、いいですね。オッケー、オッケー。オッケー、本当に。すごい、すごい上手。近づいてる感じ。お、いいですね。いいの撮れましたか。はい。ありがとうございます。さあ、こっちの床の方も今コンパネを打っております。こっちのオフィスのスペースは綺麗に杉板が張れました。こっち側のね、共有スペースも綺麗な感じで。さあ、床の杉板もいい感じになってきました。入り口の扉の立て付け側ではい、今日こちらね、皆さんに来ていただいたおかげで綺麗に床張りができました。ここのね、表の2つの部屋とこの廊下のところですね、杉板でね、綺麗に床を張りました。まだね、ちょっとこっちの方のね、杉板まだね、別の部屋用に置いとくんですけどね、今日はとりあえずこんな感じでね、表の方の部屋の床板が綺麗に張れました。さあ、床張りも終えて、次はこの障子ですね。こっち側のね、障子はかなり新しくなってていい感じなんですけど、こっち側の障子がなかなか大変なことになっていてね、これからの冬の季節乗り切るためにこの障子の張り替えをやっていこうと思います。さあ、まずはこのね、古い障子の紙を剥がしてこのね、張り替えをします。こうやってこすってね、古い紙を剥がしていきますけれども、結構ね、これ水かけてするとすぐ取れますね。この3のところとかね、綺麗にしとかないと新しい紙を貼った時にね、剥がれてきますんでね、ちょっと念入りにやってきます。今日この障子の紙を4つ分綺麗に剥がしました。とりあえずね、ちょっとこう剥がして、この木の枠なんでね、しばらく乾かしてからまた週末にでもね、障子紙を貼っていこうと思います。はい、今日はね、早速障子紙を貼るのを DIY でやってます。ちょっとね、この紙を剥がした後のところがね、気になるんですけど、ここから今糊をしっかりとつけて紙を貼っていきます。ちょうどね、ここの障子はすぐね、格子戸のところになりますので、結構これからのね、季節寒いと困るので、冬は暖かくて夏は涼しい紙を買ってきました。こんな感じでね、この格子戸の骨のところに一本一本しっかりと糊を貼っていって、障子をね、綺麗に貼っていこうと思います。ちなみにこのね、下に敷いてる新聞なんですけど、昭和29年の新聞です。ちょうどここのタンスゴソゴソしてたら見つかった新聞でね、ちょっと年代物ですが、はい、といった感じで今日は障子張りやってきます。お手伝いに来てくれてます。さあ、とりあえず貼れましたが、若干私が貼ったところの糊が多い気がしなくはないんですが、まあ DIY ということで、とりあえずちょっとここから紙をね、カットして1枚も結構慣れないと時間かかりますけどね、まあぼちぼちとやっていこうと思います。さあ、実はこのね、入り口から入ってきたこっちのスペースはね、コーヒー焙煎所になる予定でしてね、今いろいろとちょっとこうレイアウトとか考えてます。お、階段の下にいろりなんてあったんですね。ここで段取ってたんだ。それがなんか取ったんだ。ね、でも階段の下だから結構上も下も狭いけど、ちょっと不思議なスペースですね、そこ。ね。さあ、ここもね、美味しいこのコーヒーのね、焙煎をするような場所になると、ツアーが終わった後とかね、コーヒーいただいたりとかしてみたりするとすごく面白いかもしれませんね。ここもね、すごいいい空間です。
はい、とりあえずなんとか DIY でこの障子の紙を貼り終えました。で、他のね部屋もいろいろと DIY が進んでます。こちらもね床をこう少し上げてコンパネ貼ったりとか、こっちはねコーヒーの焙煎所になる予定なんですけどね、こちらも今日から床のね作業が始まってますという感じでね、なかなかいろんなね面白いクリエイティブなね空間になっていく予感がしてますね。はい、といった感じでございます。さあ、今日は荷物を運んできましたので、ここから片付けをやっていこうと思います。まだかなり散らかってますけどね、綺麗にやっていこうと思います。日本にはまだまだ魅力的な場所がたくさんあります。これからもブロンプトンでのポタリングツアーを通じてその魅力をお伝えしていきますので、チャンネル登録、いいねボタンをいただけましたら励みになります。自分もツアーに参加してみたいという方は概要欄にあるリンクをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。